生命の気配が何一つない死の砂漠サハラ。灼熱のこの大地で古代エジプト王朝の王ファラオたちは自らを神の子とし永遠の命を夢見た。5000年の昔、ここは宇宙の中心だと人々は固く信じていた。そしてファラオこそは神の子であり絶対的な存在としてこの地に君臨していた。命ある者が避けることのできない死。しかしファラオにとって死とは常しえの命を求める旅立ちであった。太陽の沈む彼方へ、現世の富と権力のすべてを携えてファラオの夢は砂の海の果ての黄泉の国を目指した。永遠に輝きを失わない黄金こそ神聖なものと信じたファラオたち。まばゆいばかりの王朝の暮らしぶりが奇跡的によみがえった。神に奉仕し国威を発揚し王室を安泰にして国家の繁栄をもたらす。ラムセス2世は王の中の王であった。アブシンベル大神殿。上下ナイルを統合し国土を拡大したラムセス2世が自らの偉業を記念して建造した。神殿の至る所に自らの姿を神として刻んだその誇り、そしてその執念。世は王の中の王なり、世の偉大さと世のむくろの行方を知りたければ、まず世の偉業の一つでもしのいでみよ。
世はエジプトの保護者、異国の征服者、自然さえも司る者。流砂の中から掘り出されたこの大神殿は、王の愛する妃ネフェルタリに捧げた小神殿とともに、ナイルが潤す大地を見下ろし続けている。ナイル川の東岸、古代エジプトの都テーベ。町は100万人の人口を要し、陰森を極めていた。汝、西方の真実の国を目指したまえ。平和へ、平和へ。汝、たたえられし者、平和へ向かいたまえ。神が許したもうとき、我ら汝に従わん。ラムセス2世は建築王の別名を持つ。ラムセス2世の現世の野望は限りなく続いた。7人の妃と多数の側室を抱えて百数十名もの子供に恵まれた王。在位67年、長寿の王はこの世を欲しいままにした。自らを太陽の子としたファラオとて、死は避けることのできない現実であった。王位につくと、ファラオたちは直ちに自らの墓の建造に着手した。荒涼とした谷間の聖なる地、歴代のファラオたちの墓が密かに築かれた。ナイル西岸、王家の谷。誰も見ず、誰も聞かず、夢を絶たれることを恐れて、ファラオたちは墓の建造に携わった者をことごとく殺し、その秘密を守ろうとした。
現世での富と権力を携え、ファラオのミイラを乗せた太陽の船があの世へと旅立った。壁面に描かれた死者の書はあの世への事細かな申し送りであった。夢を追ったのはファラオたちだけではなかった。有力者たちも競って墓を作った。愛しい妻と共に過ごした現世の幸せな日々。死の神の祝福を受けてミイラは魂の帰る時を待つ。18歳になったファラオが突然謎の死を遂げた。ツタンカーメン王。在位わずかに9年、死者はミイラとされ黄金に包まれて夢路の途上にある。病か陰謀か、ファラオの死は妃を悲しみの淵へと追いやった。ファラオの夢路はいかばかりだろうか。創造と破壊。古代エジプト王朝3000年は壮大に華麗にファラオたちの見果てぬ夢を石に刻んだ。ナイル河畔の人類最初の偉大な文明。しかしファラオたちの血脈はいずこかに書き消えた。母なるナイルは今なおその流れを止めようとはしない。